どうも皆さんこんにちは、あきらです。じゃじゃん。ということで AirPods Pro 3が一足先に早くね、手元に届きましたので、今回はね先行でレビューという形でお送りできればなというふうに思っております。今年は大変ありがたいことにですね、アメリカサンフランシスコの発表イベントに現地でね参加させていただきました。そして帰国してからもうほんと数日ではあるんですが、一足早くね使用させていただいておりますので、これまでね AirPods Pro 2を愛用してきた僕がこの AirPods Pro 3を使って3に乗り換えてみて生活がどのように変わったのか、スペックはもちろんなことを実用的なポイントでたくさんね、実際に聞かないとわからないこと、実際に使ってみないとわからないことをしっかりとね紹介しながらレビューをね行っていけたらなと思っております。そして今回は AirPods Pro 3はもちろん AirPods Pro 2、そして AirPods 4ですね、あるいは AirPods Max であったりとか EarPods とかいろんなものとも比較をしながら、どれをね使っている方が乗り換えるとね、変更する価値があるのかであったりとか、初めてのね AirPods Pro を購入しようと迷っている方にも役に立つと思いますし、もう予約したけど待ちきれなくてこのね動画にアクセスをしてくれた人、そんな方に向けてね必ずね参考になる動画になるかと思いますので、ぜひね最後まで見ていただけるとすごく嬉しいなと思います。ということで早速やっていきましょう。ではまずはデザインの方から見ていきたいと思うんですが、まず大きな変化として充電ケースですね。こちらが少し大きくなっております。こちらが AirPods Pro 3で、こっちが2になります。はい、少し大きくなっています。ですので AirPods Pro 2のケースをそのまま使うことはできませんでした。例えば僕がねちょっと使っていた愛犬のケースとかだったら2はしっかり入るんですけれども、やっぱりね3になると入らなくて、でちょっと無理やり入れてみたら外せなくなってしまったので、ちょっとねケースの互換性はなくなってしまったと言えるんじゃないかなと思います。そして重量ですね。ケースの重量が Pro 3は 43.99g、 Pro 2は 50.8g なので少し軽量化されています。でこちらの AirPods 4のケースは 34.7g になりますので、この2つのね間の軽さかなといった形になります。で AirPods Pro 2と同じストラップホールがついておりまして、こちらは AirPods 4にはついておりません。なので、何かしらのねアクセサリーをつけたりすることはできますし、端子は USB-C 端子になっております。これらは全て共通ですね。そしてケース裏のね物理ボタンというのは AirPods Pro 2に比べて廃止されるといった形になりますので、ここはちょっと違ったポイントになりますね。この物理ボタンに関してはペアリングボタンになるので、Apple デバイスであればね特に問題はありません。でそしてこのプロモデルというのは MagSafe であったり Apple Watch の充電器とかね、あとは地域格のワイヤレス充電に対応しているのがこのプロモデルになりますので、ここはね非常にいいところですよね。でこの AirPods 4も、MagSafe には対応はしていないものの Apple Watch の充電器とか地域格のワイヤレス充電のみには対応しているので、とはいえワイヤレス充電はねできるようなものになっています。そして AirPods Pro 3は探すアプリで使うためのねスピーカーが搭載されております。 AirPods 4はねスピーカーがありません。なので AirPods がね音を鳴らして場所を確認することができたりしますし、探す機能の時に探せる距離っていうのが AirPods Pro 3では約 1.5 倍になっています。なので、探せる距離であったりこの探しやすさっていうところも向上しているといった形ですね。そして何より気になるのがイヤホン本体ですよね。今回の AirPods Pro 3の形状はね再設計されています。やや小さくなっているような形かなと思います。動画だとねあんまりわからないかもしれないんですけど、こっちが Pro 3なんですが、より多くの人のね耳にフィットするような形状になっていて、1万人以上の耳のね、形のデータ、スキャンデータをもとに形状が設計されているようですね。でこちらのねイヤーチップ素材のね改良もありますので、従来のね AirPods Pro 2などのね従来のシリコン製からフォーム材入りのシリコンにね変更といった形になっています。とはいえこの辺に関してはねそこまでめっちゃ変わったっていうようなことはねそこまで感じはしていません、今のところ。こういった形でシリコンのねケースですね、イヤーチップが5種類同梱されています。こんな感じです。サイズ展開は XXS、XS、SL の3展開となっています。デフォルトでは M サイズがね、装着されている状態になるのですが、展開数が多くなったので、よりね、フィットの幅っていうのが広がったのではないかなと思います。そして実際のね、装着感について見ていきたいと思います。大きく変わるのはやっぱり AirPods 4と AirPods Pro 3のところになってくると思うんですけれども、やはりプロモデルはですね、耳がね、こう密閉されるね、イヤホンという風になっています。遮音性にね、優れていて、音漏れなどもね、心配が不要といったところは挙げられるかと思います。一方でこの AirPods 4というのは AirPods Pro 3に比べて、遮音性というよりかは耳にね乗せるだけのね形という風になりますので、かなり軽やかでなおかつ装着感をねあまり感じさせない形状に、ね、なっているのが、大きく違う装着感というところかなと感じます。で実際に Pro 3と Pro 2で、装着感を比較するとかなり変わるんですよ。これ見ていただくと分かりやすいんですが、この Pro 2よりも Pro 3の方がここの部分ですね、これが耳から遠くなる形となるので、耳全体にこうくっついてる感がちょっとだけ、それが解消されているような
気が個人的にはしています。僕自身もプロ2を使っていたんですけど、僕はね、このプロの形状っていうのは全然耐えれるタイプではあるんですけど、やっぱりフライト中とかね、長時間、6時間とかやっぱつけるときには、やっぱちょっとね、痛くなったり、痒くはなったりはするんですよ。ただ、このプロ3っていうのは、もちろんね、全く違うことではないんですけれども、やっぱり違いというものを感じるし、プロ2では苦手だった人も、もしかしたらプロ3だったら合うかもしれないと、ちょっと装着感っていうのはね、確かに変わってるっていうところはね、しっかりお伝えしたいなと思います。ちなみに昨年出たこの AirPods 4に関しては、これ載せるだけのタイプ、要は密閉型ではないんですけれども、これでもアクティブノイズキャンセリングがね、しっかり搭載されていて、このノイキャンが結構すごいんですよ。もちろんプロほどではないんですが、かなりね、ノイズキャンセリングがね、効くことができますので、これもね、びっくりするぐらいね、効くので、やっぱりね、店頭でしっかりとね、気になる方はね、チェックしてもらいたいなと思います。で、そして AirPods Pro 3は防塵性能と体感耐水性能が向上しています。今回初の IP57 規格という風になっておりまして、これは防塵性能に加えて最大1メートルの浸水にも耐えることができるような耐水性能という風になっております。そして体感性能というところもあるので、ジムで汗をかいてね、トレーニングしたりとか、あとは大雨の中でランニングをしたりとか、そういった状況下でも環境下でも問題なくね、使用することができると。ここはね、結構ありがたかったりするんじゃないでしょうか。後ほど紹介しますが、AirPods Pro 3というのはワークアウト機能がね、非常に充実をしておりますので、水とか汗とかにね、強いっていうのはありがたいところかなと思います。はい、そして続いてがマイク性能ですね。これ結構気になるかなと思うんですけれども、AirPods は本体にマイクがありますよね。なので、その音声っていうのが、どれぐらい綺麗なのか、それこそオンライン会議とか通話をする際にかなりここは重要になってくると思うので、今回ちょっと比較をしていきたいなと思います。ちょっとまずは見てみてください。はい、これが AirPods Pro 3で集音しております。マイクの音質の方はいかがでしょうか。こんな感じの音声という風になっております。はい、こちらが AirPods Pro 2で集音している音声となります。いかがでしょうか。AirPods Pro 2で集音している音声という風になります。いかがでしょうか。はい、こちらが AirPods 4で集音している音声となります。音質の方はいかがでしょうか。AirPods 4で集音している音声となります。こんな感じです。はい、そしてこちらが EarPods 有線型の方で集音している音声という風になります。マイクが非常に近いんじゃないかなと思うので、音声もね、綺麗になっているかもしれませんね。はい、そしてこちらが MacBook Pro M2 Max のモデルでの音声集音になります。音声の方はいかがでしょうか。 MacBook Pro で実際に内蔵マイクで集音している音声という風になります。はい、こちらが AirPods Pro 3を使って音声を集音しております。環境音がある状況ではありますが、音声の方はいかがでしょうか。AirPods Pro 3を使って音声を集音しております。はい、こちらが AirPods Pro 2を使って音声を集音しております。すごく環境音がある状況ですが、音声の方はいかがでしょうか。AirPods Pro 2を使って集音しております。音声の方はいかがでしょうか。はい、こちらが AirPods 4を使って環境音がある状態で音声を集音しております。音声の方はいかがでしょうか。AirPods 4を使って音声の方を集音しております。いかがでしょうか。はい、こちらが EarPods を使って環境音がある環境で集音しております。音声の方はいかがでしょうか。今 EarPods を使って音声を集音しております。音声の方はいかがでしょうか。はい、こちらは MacBook Pro で集音しております。ちょっとノイズ感がいろいろと出てると思いますが、音声の方はいかがでしょうか。環境音がかなりある状態でございます。はい、いかがだったでしょうか。かなりいろいろと変わってきますよね。環境音があるかないかで選ぶべきポイントは変わるかなと思うんですけど、やっぱりこういろんな物音とか、それこそカフェとかでね、店内とかでやる場合はやっぱり声とね、ノイズを分離させるノイズキャンセリング付きのワイヤレスモデルの方がいいなという印象がありますが、ただこうなんかこう補正されている感っていうのはね、全てのモデルにおいて感じるかなと思うので、そういった時はやっぱイヤーポッツとかもう MacBook の内蔵マイクでも十分綺麗だなという、そちらの方が心地よさがねあるのかなというふうに感じたりしました。このワイヤレスマイクの中での優劣というところでは AirPods 4よりもこの AirPods Pro 2と AirPods Pro 3の方がいいなという印象で、ちょっとだけやっぱ AirPods Pro 3の方が若干聞きやすさっていうのは向上してるのかなぐらいには僕的には感じはしました。で、僕としてはやっぱり改めて感じたところで言うと、やっぱこの有線イヤホンの存在ですね。僕が高校生とか、中学生ぐらいの時ってこういった有線型のイヤホンで友達と通話をする、長電話をするっていうのがよくあったんですよね。で、そういった
た時ってこう今ほどなんかあんまりこう不快感がないというか、やっぱりこう声も近くてなんか風の音があったとしてもそんなにしんどくはなかった。でも僕のなんか意見としては、この AirPods のノイズキャンセリングでのこの通話っていうのはちょっとこう補正感があってキンキンしちゃうような、僕はなんかそんなような印象があるんですよね。なので、僕的には結構イヤポッツでねちょっと会議はする方がいいのかなとか思ったりはしたんですけれども、ちょっとこれはね、皆さんの好みもあると思いますので、ぜひね参考になればと思いますので、ちょっと繰り返しね聞いていただければいいかなというふうに思います。で、続いて音質についてねしっかりとお話しできればなと思うんですけど、 AirPods Pro 3と Pro 2と AirPods 4は全て同じチップ H2 チップ共通になります。なので、この中でそこまでね大差はないです、正直なところ。僕は結構耳がねちょっと鈍感なタイプなのかもしれないんですけれども、そんなに大きな差っていうものは、そこまで感じはしませんでした。で、逆にこの AirPods Max ですね、これは H1 チップになるんですけど、こっちがですね負けないぐらい綺麗な音というか、同等のね音なように僕は感じるんですよね。なので初代の AirPods Pro とかがちょっと今手元にはなくて聞けないんですけれども、少なくともこのね H2 チップの世代の中ではそこまで劇的なね差っていうのはほぼないんじゃないかなと、そういう風に感じております。とはいえ今回アクティブノイズキャンセリング、通称 ANC ですよね、これがですね Apple 公式によると、この AirPods Pro 3というのは初代 AirPods の4倍とで Pro 2の2倍という風に記載されています。で、これはさすがにね検証しないといけないっていうので、めっちゃ頑張ってすごい聞き比べてみたんですよ。その結果で言うと、確かね AirPods Pro 2よりはなんかね、低音と高音の真ん中のねミドルぐらいのところがノイズがねちょっと減ったような感じはしました。で、これの検証はノイズキャンセルなので、こう結構いろんな飛行機の音、電車の音とかで、いろんなものをね聞き比べて、僕の感じたところにはなるんですけど、ちょっと確かにね良さは感じたかなというふうに感じられます。ただ2倍かって言われたらそこまでね2倍だなって思うことはなかったので、ちょっとこれはね実際のデータがどういったものかわからないんですけれども、この2つを聞き比べた中では、確かに向上してはいるものの2倍かと言われるとちょっと僕はねっていう感じではあるかなと思います。で、逆に BOSE とかあとはソニーのヘッドホンとかイヤホンとかはねちょっと僕は持っていないので聞き比べることができなかったんですけれども、ちょっとこの辺に関しては発売日以降で、聞き比べた方々のちょっと意見がねあればすごく皆さんもね視聴者さんが助かると思いますので、ちょっといろんなイヤホン持ってる方よかったらコメントで、感じたことを記入いただければなと思います。はい。そして、ここからちょっと見方を変えてみてですね、そもそも AirPods が音質がいいのか悪いのかっていうようなところをちょっとお話ししてみたいなと思うんですけれども、僕としては全く悪いと感じていません。普段からすごくね愛用していますし、この AirPods Max も非常に満足度が高い音質を出してくれるなと、僕ぐらいのね素人目線ではそういう風に感じています。ただやっぱりプロ目線というか、やっぱそういったこだわりのある人たちからした目線で見ると、音質というところだけで見ればやっぱ上には上がねもうあると、これはもう仕方ない事実なのかなとは感じています。これがどういうことかというと、この AirPods っていうのはそもそも AAC というねコーデックまでしか対応していません。これがいわゆるハイレゾーだったりとか高ビットレートのコーデックに対応したワイヤレスイヤホンではないというか、そういったワイヤレスイヤホンに比べたらやっぱりどうしても劣ってしまうんですよね。やっぱり AirPods がね届けることができるビットレートっていうのにね制限があったりはするので、もうとことん音にこだわりたいっていうような方にとってはちょっと物足りなさを感じてしまうっていうのもあるのかもしれないし、いろんなものを知ってるような人たちからしたらやっぱ AirPods っていうよりも他のねものの方がいいという風に感じるかもしれないんですけど、僕はね少なくとも AirPods でも全然満足しておりますし、十分にね、綺麗だとは思っています。ただいろいろとねコーデックっていうところのね対応非対応とかもあるので、ちょっとその辺はねどうしても事実としてあるし、それが今後ね広がっていったりするといいなという風にも思いますよね。ただですよ皆さん、 AirPods の良さっていうのは音質だけでしょうか、ノイズキャンセリングだけでしょうか。僕はねそこだけじゃないと思ってるんですね。なのでここからはこの AirPods Pro 3でできる他のいろんなことを紹介できればなと思います。まずは心拍センサーによる心拍数と消費カロリーの計測です。これによって Apple Watch がなくてもワークアウトを開始できるようになりました。ただこれ注意点としては Apple Watch もしくは iPhone は必要です。AirPods Pro 単体では使うことは一応できません。どっちかは必要です。ちょっとね、これ実際にね、実践して見ていけたらと思います。まずね、AirPods Pro 3を取り付けてですね、はい、今装着をしました。で、いつものね、トレーニングをする際にワークアウトですね、フィットネスを開いてワークアウトタブに行きます。で、これ今 AirPods Pro 3がね、接続されていると、このワークアウトの種類がめちゃくちゃ増えるんですよ。で、こっからね、50以上のワークアウト項目をね追加していくことができます。ちょっと例えばウォーキングの、屋内を追加してみて、
これでスタートを押しますね。はい。で、そうすると、3、2、1と始まるんですが、はい。僕の心拍数が今出ていると。はい。これがね、ちょっと僕がこうワクワクしたりとか、階段を登ったりするとね、それだけで歩いたりすると、それだけでこう心拍数がね、ボン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 上がっていったりするんですけれども、はい、結構なリアルタイムでね、これ記録されているんですけど、でしかもその活動のね、合計の消費カロリーも見えたりしますし、でこれでね、止めたりとか、ワークアウトとか、いろんなことをね、キロのね、どれくらい歩いたのか、そういったものをね、AirPods だけで、記録をね、していくことができるようになりました。で、僕、現地レポでね、お届けした時にも結構コメントであったんですよ。AirPods で心拍数分かって何になるねんってあったんですよ、結構コメントで。いや、確かにね、そう思っちゃうと思うんですけど、あくまで僕の意見としては、意外とバントをね、そのままジムに持っていきたくない方っていらっしゃるんじゃないかなと思ってます。せっかくアップルウォッチ持ってたらお前持っていけよっていうところではあると思うんですけど、僕これね、エルメスのグラン H というバンドで、やっぱりジムでつけるには絶対にね、違うと思うんですよね。で、僕は結構バンドの差し替えが結構めんどくさいタイプで、他のウォッチもね、構えてたりするんですけど、でもやっぱり唐突にちょっとジムにね、今日は行きたいなってなって行ったりする時もあるわけですよね。そういった時に僕、Apple Watch をつけずにトレーニングする時結構あったんですよね。そんな中で、やっぱりこう、ちゃんと記録ができないっていうところがすごくもどかしかったんですけど、今はね、もうこの AirPods だけで計測することができるので、これはね、非常にね、僕の中ではありがたいポイントだなと感じております。はい。で、もう一つ新しいね、素晴らしい新機能がありますよね。ハンズフリーライブ翻訳です。これは何かというと、AirPods とApple Intelligence 対応の iPhone を組み合わせて、直接耳から多言語を理解することができるような機能なんです。翻訳こんにゃくです。はい。Hola, bienvenida. Hi. Hoy todos los claveles. Hello, welcome. Today, all the red carnations are 50% off. で、これ会話としてできるので、自分の返答を例えば日本語でやった時に、その相手側のね、言語、例えば英語の方に iPhone でね、その文章を表示して向こうに伝えると、そういったことがね、一方通行じゃなくて、双方向のコミュニケーションが取れる、そんなね、ライブ翻訳機能になっています。で、これやり方としては、AirPods のここのね、耳のタブを両方とも長押しをすることで、発動っていうか、ライブ翻訳をね、開始することができるんですけれども、注意点としては、あらかじめオフラインで使用する場合は、そのね、対応させる言語、翻訳をしたい言語をダウンロードしておく必要があるのですが、それをしておくことによって喋った言語をそのままね、リアルタイムで翻訳していくことができる。そんなね、結構激ヤバなね、機能が搭載されています。で、これちょっとした仕組みとしては、この AirPods が向いてる方向の人の会話、喋っている声を認識して言語を翻訳することができるので、本当にね、対面でしっかりと話した時に、その人とこの AirPods で聞いて、翻訳をして、コミュニケーションを取ることができると、そういったね、仕組みになっています。で、この翻訳というのは単語ごとではなくて、文章全体をね、しっかりと聞いた上で翻訳をするので、若干のラグはあったりはするんですね。ただ、しっかりと相手が伝えたいことをしっかりと聞き取った上で、それがどういったことのニュアンスなのかっていうのを聞くことができるので、ここはね、ちょっとしたラグはね、確かにあるんですけれども、そこはね、それはそれでね、しっかりとね、間違いなく聞くことができるのでいいのではないかと感じてはいます。で、ちょっとね、まだ対応言語の関係で、英語のね、ものしか僕はまだ聞いたことがないんですけれども、文法が似てる韓国語とかを聞いた時に、それだとなんか文末までね聞かなくていいのかとか、その冒頭からね翻訳していってくれるのかとかはちょっとね対応次第、2025年末までに日本語、イタリア語、韓国語、中国語にもね対応予定とのことなので、ちょっとそれはね今後もうちょっとね確認していきたいところではあるんですけど、一応ね翻訳の仕方としてはそういった形になっています。で、実はですね、このライブ翻訳機能というのは AirPods Pro 2と AirPods 4でも利用可能です。やったこれはさ、良かったよね。これ AirPods Pro 3だけの独占機能ではありません。なので、海外旅行とかでね、これは必ず役に立つと思うので、ここはめちゃめちゃ既存ユーザーの方も嬉しいところですよね。といった形で、リアルタイムでね、いろんな翻訳をすることができるっていう、結構ね、これは本当に素晴らしいところかなと思います。とはいえ、この現在のね、ベータ版とかであれば、短い言葉のね、やり取りには結構良さそうな印象ではあるんですけど、長い言葉が続くね、例えばプレゼンとか、ずーっと一方通行で聞いていくときに、ちょっとラグが大きすぎてもあれだなというふうには感じるので、もうちょっとね、具体的にいろいろとね、日本語に正式対応して、ベータ版でもなくなってから、ちょっとがっつりね、ちょっと使ってみたいなというふうには感じております。はい。で、そして最後がヒアリング補助機能ですね。これは簡易的な補聴器のようなものだと思っていただければいいかなと思います。実は iPhone を使ってね、聴力検査を行うことができます。だいたい5分ほどでできるんですけれども、その検査結果次第で最適なね、ヒアリング補助機能
をこの AirPods でね、使うことができたりします。これに関しては AirPods Pro 3だけじゃなくて AirPods Pro 2でも使うことができますので、よりね、こう耳に優しいね、しっかりとした補助機能を活用していくことができたりします。ということではね、ここから価格とかバッテリーとかを含めた上で AirPods の選び方についてね、ちょっと僕なりの意見をご紹介できればなと思います。MAX も2も4も3も AirPods もいろいろ使ってる僕ならではのね、ちょっと考え方になってくるんですけれども、まず今回の AirPods Pro 3が価格据え置きなんですよ。AirPods Pro 2と同じ価格なんで、AirPods Pro そもそも買おうかと迷っていた方はもう買っていいんじゃないでしょうか。めちゃくちゃいいですよね。ただ AirPods Pro 2から3を乗り換えるほどではないのかなと思っております。乗り換えるべきポイントとしてはやっぱり心拍センサーになりますので、そこ以外のところ、例えばライブ翻訳とか音質みたいなところで言うと、そんな大差はないっていうか、ライブ翻訳はね、2でも使えますので、ちょっとそこら辺の理由にね、やるのはちょっともったいないかなと思います。ただ装着感は実際変わっていたりとか、ノイキャンもね、ちょっとは多少はね、上がってはいるので、そういったところを大事にする方は乗り換えてもいいかもしれませんよね。ただですね、1個重要なポイントとして、バッテリーの単体の持続が、AirPods Pro 3だったら8時間ですね。で、2だったら6時間最大になるんですよ。これはノイキャン使用時ですね。で、この時間は結構でかくて、僕、長距離フライトとかでもう6時間ぐらいね、8時間とか、寝ながらね、移動するときとかにずっとつけておきたいんですよ。やっぱ飛行機の音とかすごいね、うるさくて寝れないんで、そういった時にやっぱ途中で切れてしまうというのがあったんですけど、8時間の2時間増えるのはすごく嬉しいところですよね。ただこれ意外なことに、ケースのね、全体のこの持続時間っていうのは、実はね、3の方が減っていたりはするんですけど、僕はでも単体で絶対長い方がいいかなと思うので、僕はそんな気にはならないんですけど、ちょっとこの辺はね、あるので、バッテリーより長く持ちたい方は、Pro 3がいいかなと思います。逆にね、この AirPods 4のね、ノイキャンモデルはね、4時間しか持たないんで、結構本当持たないので、割とここはね、大きく変わってくるポイントになりますよね。いろんなね、ことを含めた上での結論としては、この密閉型のね、イヤホンというところに抵抗がない方は AirPods Pro 3がいいと思いますし、ちょっとそういったね、形状には、抵抗はあるんだけど、ノイキャンが欲しいという方には AirPods 4ですね。これのノイキャンモデルがいいと思うし、ノイキャンもなくて、で、軽めがいいよ、コスパ重視だよっていう方は、そもそもノイキャンがついてない AirPods 4モデルっていうのもあるので、そちらでもね、いいのかなというふうに感じております。ということで、最後にね、この AirPods Pro 3を使って実際にね、感じた実際の使用感というところをね、お話しして終わろうかなと思います。まず、イヤーチップ装着テストがね、すごく親切だなと感じました。今回、5つのね、イヤーチップが5サイズでね、同梱されていますよね。で、これで、ね、どれぐらいしっかりね、密閉されているかっていうのをね、iPhone から調べることができるので、最適なサイズをね、探すことができるんですよ。こういったところすごくね、親切だなというふうに感じました。で、あとは音量調節できるのもね、やっぱり便利なんですよ。この AirPods 4は本体側からね、音量調節っていうのができません。なので iPhone とか Apple Watch から操作が必要になるんですけれども、このプロモデルはスライドをすることですね。はい。このスライドをすることによって音量をね、調節することができたり、カスタムでいろいろと割り当てたりすることもできるんですけど、そういったところがね、非常に便利に感じています。で、あとはやっぱりね、今に始まったことじゃないんですけど、Apple のエコシステムは最高なんですよ。はい。AirPods Pro をね、選ぶことによって得られるところは本当にここが一番ね、幸せに感じれるんじゃないかなと思うんですけれども、AirPods というのは複数の Apple のね、デバイス間に接続をした場合に、音を再生したデバイスに自動的に切り替わることができるんです。例えば今 AirPods を装着をして iPhone で音楽をね、かけたりしますよね。で、ちょっとやめて Mac で動画を再生する。そうすると、そっちに勝手にね、接続が切り替わります。なので、いちいち、接続をね、切り替える必要もなく、自分の Apple デバイスを使った時に、その再生したものから、音を拾ってくれるので、こんなにね、シームレスな切り替えっていうのは、マジでね、めちゃめちゃ便利なんですよ。やっぱりね、そういったところの楽さっていうのが、他のね、メーカーのものを使った時に、やっぱり自分で一個一個やるってなると、やっぱしんどいなって出てくるので、やっぱね、ここの恩恵っていうのはね、非常に常日頃感じているところにはなります。で、逆にね、ここかな、もうちょいこうだったらなっていうところで言ったら、やっぱ空張りですよね。もうそろそろブラック着てほしいですよね。この全てがホワイトなところには何か理由があるのかわからないんですけど、こういった AirPods Max のように、いろんなカラーをね、楽しむことができる AirPods があってもいいのではないか。プロシリーズだけは白でもいいかもしれないけど、ちょっと他のね、バリエーションでも出てくるとね、より楽しむことができたりするので、いいかなと思うのと、あと地味にね、ここの Pro 2と Pro 3でケースの互換性がなくなったっていうのはちょっと残念なところではありますね。はい、というわけでね、今回いかがだったでしょうか。AirPods Pro 3についてね、先行でレビューをお届けさせていただきました。アメリカ現地のね、発表イベントの時にはあんまりじっくりとね、検証することができなくて、そもそも時間も本当になかったから難しかったんですけど、ちょっと今回ね、深掘っていろいろとね、お話ができたんじゃないかなというふうに思っております。めちゃくちゃね、完成度は高いので、AirPods のね、購入を検討していた方はね、これを機にね、ちょっと買ってみてもいいの
のではないかなと感じております。ということで今回の動画がね役に立ったよ、良かったよっていう方はね、ぜひグッドボタンとかチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。他のね新作デバイスもねレビュー動画を出す予定ではありますので、ぜひねチェックしていただければ嬉しいです。ということで皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。